こんにちは、こんばんは、はるです。軽自動車を DIY してバンライフ仕様の軽キャンを自分で作ってます。今回は木材を使って床のフラット化をやっていきたいと思います。 DIY の工程は再生リストにまとめてありますので、まだ見ていない方はぜひ初めからご覧になってください。それでは早速床のフラット化をやっていきたいと思います。まず車両の横幅縦幅を測っていきます。板を使ってフラット化していくんですけども、僕の車両後部座席はシートがついたままになっています。シートを出して4人乗せることもあるので、4人乗りができるように前側の板は外れるように作っていきたいと思います。なので後部座席のシート側と後ろ側で板を2枚に分けて作成していこうと思います。そして今回床のフラット化をするにあたっていろいろ考えたのですが、よく皆さんがやられている床下収納というものは作らずに、収納なしのフラット化をすることにしました。理由は車内の空間が広い方がいいなと思ったからです。ですが後から床下収納が欲しくなった時にすぐに作れるような作り方で今回は作業していこうと思います。後部座席のシートを出したら、ちょうどシートが出てきたところの後ろの方で板をカットしようと思います。長さを測ってカットする位置を決めていきます。前側の板は取り外せるように作っていきます。簡単に取り外せて、このシートがすぐに出てくれるような作りをしていきます。だいたいこの位置でカットしていきます。サイズを測り終えたのでホームセンターに行って板を買ってきます。ホームセンターに行ってびっくりしたんですけども、木材の値段が高くなっていることにかなりびっくりしました。サイズは平均的な約1800と900のサイズの板を買いました。合板になります。ここから純正マットを使って木材をカットする型を取っていきたいと思います。今車両に純正マットを敷いて、それを板の上に乗せて書き写そうと思ってるんですが、純正マットって実際の幅よりも小さかったりするのですよ。その足りない部分はダイソーで購入したマスキングテープを使ってある程度正確に幅を出していきます。こんな感じです。純正マットがない方は適当に段ボールをカットして、同じように微調整はマスキングテープでやればいいかと思います。純正マットとマスキングテープを使って車両の幅をだいたい合わすことができました。曲線になっている部分や凹凸がある部分もあるのですが、そこはマスキングテープを使ってマスキングテープをカットしていくことによって結構正確に測れているかと思います。あとはこれを木材に書き写してカットしていくだけとなります。ここまでは特に難しいことはなく簡単な作業となります。僕が使ったマスキングテープはダイソーで購入したもので、幅が大きくて繰り返し貼れるような感じでとても使いやすいのでおすすめです。あとは鉛筆で板に印をつけていくだけとなります。失敗しないコツとしては、少し余裕を持って大きくカットできるように印をつけていくのもいいかと思います。理由は木材を一度カットしてしまうと元に戻せないのですが、大きい分には微調整ができて修正が何回でもできるので、小さくカットして失敗してしまうよりは少し余裕を持って大きめに切っていく方がいいかと思います。合板に印を転写していったらカットしていきます。ジグソーでカットしていきます。結構複雑な形をしているのですが、ゆっくり切っていけば特に難しいことはないです。速度を一番遅くしてゆっくり丁寧に切っていけば綺麗に切れるかと思います。実際に自分が使っているジグソーを紹介したいと思います。こちらは Amazon で購入したブラック&デッカーコード式コンパクトオービタルジグソーという商品になります。こちらは4926円で現在 Amazon で販売されています。ジグソーはもっと安いものもあるのですが、こちらは評価も良くて、僕も実際使ってすぐ壊れるといったこともなくおすすめできるので紹介することにしました。速さを調節するレバーがあって、3段階で速さが調節することができて、丁寧に作業したい場合はゆっくり動いてくれる設定もできます。とても使いやすいです。ブレードも丁寧にカットする時のブレードや早く切れるブレード、そして曲線用のブレードと3つのブレードもついていて、個人的にはとても使いやすくおすすめです。値段も安い方で、説明欄にリンクを貼っておきますので後で確認してみてください。こんな感じでジグソーを使ってゆっくり丁寧にカットしていきます。一応カットすることができました。
乗せてみますが、ぶつかってまだ綺麗にはまりません。ここからはですね、現物合わせで微調整をしていきます。これがですね、なるべくちょうどにしたいっていうのがあるので、少しずつカットと調整を繰り返していきます。当たるところをまた鉛筆で印をつけて少しカットしてまた合わせてみるといったことを繰り返して、なるべくぴったりの寸法にカットしていきます。電動サンダーも使って削っていったりして微調整をしていきます。また調整してきたので置いてみます。まだ少し当たります。少しずつ切っていくのも楽しいです。また調整していきます。電動サンダーで削っていきます。このサンダーも紹介したいと思います。こちらの方は3799円でした。サンダー 240W の紙やすり20枚セットというものです。こちらの方も説明欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はご覧になってください。こちらのサンダーも個人的にはとても使いやすくておすすめです。ヤスリの裏と本体のところがマジック式になっていて、簡単に装着できて綺麗に削れるのでめちゃくちゃ気に入ってます。今回のキャンピングカーを作る作業で一番使った道具がこの電動サンダーだと思います。はっきり言って手で削るのとこのサンダーを使うのではかかる時間と仕上がり具合が違いますので、これから作業をなさる方は絶対に購入した方がいいかと思います。まだ少し引っかかりがあります。ただだいぶ入るようになってきました。ここで焦ってしまうと今度は大きく切りすぎるといったことになるので、丁寧に少しずつ調整していきます。こんな感じでジグソーと電動サンダーを使って少しずつカットしたり削ったりして調整していって、なるべく綺麗にぴったりはまるように作業していってます。この床板を作成する時ってまっすぐに切っても良かったんですが、僕が今回やっているように横の縁をきれいにかたどって作っている方の動画を見て、僕も同じようにきれいにカットして作りたいなと思いました。でやってみると全然難しくないので、是非今から作業される方は見た目が全然違いますので、まっすぐカットするんじゃなくてちょっとだけ手間はかかるんですが、見た目はいいのでラインに合わせてカットするのをおすすめします。こんな感じで4回か5回ぐらい、楽しみながらちょっとずつカットをしてサンダーで削ってっていうのを繰り返して、なるべくぴったりになるように作成しています。サンダーとかジグソーって普段あまり使わないので、もともと DIY を普段からやっているわけではないので、とても楽しく作業できました。そして綺麗にはまった感じがこちらです。割と綺麗に作ることができました。初めてにしては綺麗にカットできたんじゃないかと思います。個人的には気に入ってます。前の板も同じようにカットして微調整をしていきます。ただ前の部分は直線的なカットがほとんどで特に難しくはないのですんなりいきました。少し縦の長さを調整するだけとなります。カットするサイズを測って数センチだけ短くします。もう日も暮れて暗くなってたんですけど、床板のカットまでは今日で終わらせたかったので作業を続けてます。数センチカットして完了となります。あとはサンダーを使って少し角を取る部分や表面を仕上げていきます。僕は普段 DIY などをあまりしないので、こういったサンダーやジグソーなども今回購入したのですが、普段から DIY などされていて道具を揃えている人だと軽キャンを自分で作っていくといったことはあまり費用もかからないのではないかと思います。木材の値段が上がってるっていうのはありますが、フラット化なども数千円でできるので、 DIY が好きな方でまだやったことのない人は自作軽キャンを作ってみるのもいいのではないかと思います。もう真っ暗になってきたんですが、明かりを使って最後の仕上げをしていきます。表面もツルツルに仕上げていきます。電動でやるのがめちゃくちゃ楽しくて楽しく作業できました。綺麗に磨いたので車に設置してみたいと思います。こんな感じです。個人的にはとても気に入っています。
この前と後ろのカットした部分はちょうどですね、後部座席の椅子が出せるようにカットしています。ということで今回は床のフラット化の作業を見てもらいました。サイズを測って型取りしてカットしていくという作業でした。次の動画ではこのカットした板に室内用のフローリングマットを貼り付けていく作業になります。次の動画で床のフラット化は完成となります。よければ次の動画も見てください。このチャンネルの K-CAN DIY 動画は再生リストにまとめておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて他の動画も見てください。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。